スナップオンのフランク状プライヤー。従来のコンビプライヤーにあるギザギザのナット回す部分をこんな波打った形状に変えることでナットとの接触をスナップオンお得意のフランクドライブ、面接触といたしまして、六角を回す機能を付加した製品となります。実際に回してみますとこんな感じ。全長は 161mm、重量が 201g。コンビプライヤーとしては小ぶりでしょうか。可愛い感じの見た目です。仕上げはさすがのスナップオンという感じで、手の当たる部分、側面などしつこく撫でてみてもバリだったり返りのようなものは一切ありません。型番やブランド名、それからパテントナンバーはレーザーでしょうか、印字による記載とロゴや使用方向の指示、USA の文字などは刻印で入っていまして、見た目はすごいかっこいいですね。グリップはタロングリップ。少しペタッとするゴムスポンジのような質感で、しかし弱くなく、めっちゃ汚れつくんすけど掃除も簡単というスナップオンのいつものやつ。不思議なよくできたグリップです。つかみ面、先端は一般的な網目となります。触ってみると結構深くてきつめな網目っすね。ジョイントを最大位置とした状態で 22mm 径くらいまでが現実的につかめる幅でしょう。チェーンクリップを外すような引っ掛けるような使い方では 40mm くらいまでとなっています。その奥が特徴的なフランク状となっていまして、ここで六角をつかみます。鋭利な側に六角の角を合わせまして握り込むと面接触となる仕組み。回す向きは決まっていまして、矢印で示されるのが分かりやすいですね。対応する2面幅はメーカー発表で四分1から1インチまで。ミリ換算しますと 7mm から 25mm まで掴むことができます。そのさらに奥はカッターになっています。そんなに切断能力は高くなさそうですが、ワイヤリングに使うコンマ 6mm のステンワイヤーを切ったり、この間は VVF の導線を切りました。ニッパー持っていくの忘れたなんて時に重宝します。持っていくとなんだかんだ使う道具です。何かが突出して良いって感じではないのですが、つかみ面が太くて厚いので作業が簡単に感じます。この形、スリップジョイントのコンビプライヤーってつかみ能力に難があり、滑っちゃう印象から敬遠するとも聞きますが、このフランク状は先端つかみ能力がそこそこ優秀なんです。例えばこれ、オートバイのリアアクセルの抜け止めの E クリップ。プライヤー系で掴んで抜こうとは思いませんが、フランク状は抜くことができちゃうんです。合成高いのが効いてるんですかね。こっちはブレンボキャリパーの純正のパッドピン。抜け止めにリングが入っていまして、これ抜くの結構大変なんです。プライヤーで抜けるってあんまりイメージなかったのですが、フランク状は引き抜くことができました。ひょいっとこの全長にしてはがっしりつかめるのに扱いが簡単なんです。親しみやすい道具ですね。ラフに使える道具で、使う私に器用さや技量がなくてもそこそこに扱えてしまうフレンドリーな道具に感じています。クニペックスのツイングリップと比べて、絶対的なつかみ能力は劣る感否めませんが、手軽さは断然フランク状ですね。つかみ面の形状がフラットで、これだけ厚みがあるというのが普段使いに向いている理由かと思っています。先ほど外した E クリップはめるのにも道具がたわまないので、確実にはめ込むことが可能です。ただ、おそらく一番の売りとしたかったであろうフランクドライブでのボルトナット、六角を回すという機能はほとんど使っていません。まず回んねんす。トルクをかけていくと握力が負けて口先が開いてしまう。似た道具、クニペックスのプライヤーレンチはネジを回すために入れた力が2面幅を閉じる向きにも働きますので、この問題はないのですが、フランク状プライヤーは開いてしまいまして、使用者の握力にもよりますし、対象のネジの角、落ち具合なんかでも変わってくるのですが、15ニュートンで締めたネジを緩めるの厳しいことがあるんです。それ以外の使用感がとても良いので残念なところです。それからあとは単純に形の問題で、これはプライヤーレンチにも言えることですが、入り組んだ形状にあるネジにはアプローチすることができません。エンジン周りのボルトの場合、ほとんどネジに当てることすらできないですね。
これら2点から車関係で使ってみると、ほとんどネジを回すためには使っていません。あくまで補助的に使うとき、ケーブル調整や配管作業時に早回しで使うこともあるかなというくらいな感想です。ただ、そんな使い方に限定をしていても攻撃性が気になっています。ネジに特徴的な傷を入れるんですよね。このナット、回り止めナットなのですが、仮で締め込んでいく過程で使っただけなのですが、これだけ傷がつきました。おそらくかけ直すときにつかみ面の網目で傷を入れちゃうんです。急いで回して操作がアバウトになるとこうなってしまう。この辺を理由としてネジを回す用途で好んでは使っていません。車関係の友人に試しに渡してみたところ同じような感想でした。ネジを回すに関してはプライヤーレンチがいいですね。また、つかめる形も限定されます。スクエアはいけますが、長方形や薄板を掴んだりはできません。身近なところでは、オイルフィラーキャップが開かないときにプライヤーレンチを使うのですが、フランク上はこの形から対応はしていません。先端で掴めば回るでしょうが、確実に傷は入るでしょう。プライヤーレンチと比べてのメリットは、口先の開き調整が簡単なことと、まっすぐに掴めるということを挙げます。同じ開口幅で考えますと、プライヤーレンチは 125mm のサイズが相当いたしますが、口先のポジションは11もありまして、調整にはボタン操作が必要。かつ1ポジずれると機能しないんですよね。バッチリ合わせる必要がありまして、コツつかめば難しくはないのですが、それでも口先の調整、失敗することはあります。対してフランク上は3ポジションのみ。2面幅何ミリの場合はここのポジと覚えておけますから、設定するのはとても簡単です。まっすぐに掴むことで生きてくるということも、これはメリットというか違いと言える部分ですが、プライヤーレンチにつけられたアングルが使いにくいと感じる場面はありますので、これが適した環境というのもありそうです。スナップオンのフランク状プライヤー。車、バイクいじり用途にはそんなに向かないかなとは感じています。これ何用途に向くのか、ネジ回す機能についてももう少しなんとかならんかとは思っています。ただ気には入ってるんです。何よりかっこいいってのと、そのフレンドリーな操作性が気に入っています。クニペックスのプライヤーレンチみたいに口先にアングルついたら面白そうな道具になると思うんすけど、それだとオリジナリティに欠けるっすかね。値段も高いですからおすすめはしにくいですけど、気に入っている道具のご紹介でした。皆様は何でか気に入っている道具ってございませんか？ぜひコメントをしていってください。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。せや。